イラン2週間停戦に関してトランプは日本を助けてくれなかった発言をした。どう思いますか？なので、多分、中国が日本に攻めてきたとしても、イランの時に日本はアメリカを助けなかったんだから、アメリカが日本を助ける義理はないよねって言われて、多分、助けてほしいんだったら、また80兆円出せって言われるとか、日本にある何らかの技術を渡せっていうふうにトランプ大統領は言ってくるっていう感じだろうなと思うので、僕はその盲目的なアメリカに従属していくの、なんていうんだっけ、対米従属っていうのは僕はよろしくないんじゃないかなと思ってて、地政学的にアメリカと仲良くしないと中国とかロシアっていうとか北朝鮮っていうやばい国があるから仲良くしなきゃいけないのではごもっともだとは思うんですけど、ただアメリカがじゃあそこまで信用できる国かって言われると、残念ながら今のトランプ大統領はそこまで信用できない国だと僕は思ってるので、なのである程度独立をするためにアメリカとの距離感というのも考えなければいけないよねというふうに思ってますと。なので、関税 15% かけられてますけど、関税かけないから85兆円払えやって言われて、じゃあ85兆円払いますっていうのを高市政権やったんですけど、でもやっぱり関税かけるわってかけられてるんですよね。85兆円何だったんだっていうね。なので、そこまで僕はアメリカが今信用できる国ではないんじゃないかなというふうに認識しております。トランプ大統領在任中戦争を含め今やってることを全部終わらせていくと思いますか？いや、やめないでしょう。むしろやりたい放題やって大統領を続けさせた方がいいんじゃねえの？憲法改定した方がいいんじゃねえのみたいなので任期を伸ばすっていうのをやろうとするんじゃないかなと思います。トランプさんって社会がどうこうとか世界がどうこうとか多分関係なくて、自分のプライドとかアメリカにとってこうなった方がいいよねっていうところでやってると思うんですよ。長期的にそのイスラエルとアメリカが仲いいですと。で、イスラエルと敵対するような国家がいなくなった方がアメリカにとって得だよね。アメリカに敵対するような国がなくなった方が得だよね。敵対する思想を持っている国で核を作ろうとしているような国っていうのはない方がアメリカにとってはいいわけじゃないですか。なので、トランプ大統領の思惑自体は僕もわかるんですよ。例えばその北朝鮮という国が日本と敵対するというのを明確に決めていて、原子力爆弾作ってるんだったら、やっぱりワンチャン北朝鮮なくした方がいいじゃんって日本で思う人多いと思うんですよね。国をなくすってどういうことなのかってすごく難しいんですよ。ベネズエラの場合はトップさらいました。国が変わればいいよねなんだけど、トップが決めてるだけじゃなくて、イスラム教という宗教で物事を決めてる国なんですよね、イランは。キリスト教の国とイスラム教の国が戦ってる時に、キリスト教の国がイスラム教の国のトップをバンバン押しました。絶対やり返してやるって思ってるイランの人もやっぱりいるんですよね。で、そこでキリスト教の国のアメリカ人がイランの国のトップこれだ。で、キリスト教の俺たちが決めたトップが国を支配して、お前ら国民はその通り動けよ。言ったとしても、やっぱりイスラム教徒の人はふざけんなってなると思うんですよ。なので、そのアメリカのそのトップをしてトップをすげ替えた、それでイランの国民9000万人がアメリカの思い通りになるかっていうと、僕はやっぱりならないと思うんですよね。長期戦に持ち込むっていうのはもうイランは割と考えていて、そもそもアメリカと戦って勝てるとは思ってないんですよ。アフガニスタンとアメリカって何年か前まで戦争してたんですよ。どちらが勝ったかご存知ですか？アフガニスタン VS アメリカ。世界で一番多く軍事予算を持っている国が、アフガニスタンを思い通りにしてやるぜって言って、空爆もするし、地上軍も送って、ずっと戦争をやってたんですよ。で、アフガニスタンとアメリカって、どっちが勝ったかっていうと、アメリカが撤退したんですよ。なので、アメリカってアフガニスタンですら思い通りにできなかったんですよ。アフガニスタンって人口どれくらいだったっけ？そんなに多くないだったっけ？4200万人。なので、イランはアフガニスタンの倍の人数いるんですよね。アフガニスタンも山岳多いから、なかなか家が増えて難しいよねっていうのがあって、ちなみにね、アフガニスタンってね、イランの隣なんですよ。アフガニスタンがなんで強かったのかっていうので、中国が裏から支援してたんじゃねって話は結構あるんですよ。なんでかっていうと、アフガニスタンと中国って陸路で繋がってるんですよね。アフガニスタンとイランも陸路で繋がってるんですよ。アフガニスタンにすら勝てなかったアメリカが9000万人いて、石油もある国と戦って勝てるかっていうと結構大変だと思うんですよね。この勝てるというのを撤退しないというのでいくと、地上軍を持ち込まないと無理なんですよ。いくらミサイル撃ったとしても、海峡のところにタンカーがいっぱいいて、そのタンカーがミサイル撃たれたりしたらとんでもないことになるから、タンカーは動かないってなってるんですけど、そこのじゃあ海峡の距離っていくと、北海道から沖縄ぐらいの距離なんですよ。そこにミサイルランチャー持ってるやつが一人わーっといってボーンって撃っただけで、もうタンカーってすぐ穴開くんですよ。ミサイルランチャーじゃなくてドローンでもいいんですけど、
北海道から沖縄の間にドローンかロケットランチャー1個持ってるやつが1人でもいた時点で、この海峡は危険だよねってなっちゃうんですよ。Google マップとか地上で見たら、なんかここだけアメリカが守ればいいじゃねって思うんですけど、実際はめちゃくちゃ広いんですよ。ロケットランチャーと、思った兵隊が北海道から沖縄までの間に一人もいないようにコントロールしてください。地上軍は投入してはいけませんってなって、できるかっていう話なんですよ。昔からそのイランってもうアメリカと戦争するっていうのは分かっていたので、地下トンネルめちゃめちゃ掘ってるんですよ。ガザ地方も掘ってるんです。のと一緒で。なので、上からいくら衛星で見たとしても、どこに人がいて、どういう風に物を運んでるかっていうのは、やっぱ分かんないんですよ。普通の農業用のトラックで、かぼちゃを運んでるように見せかけて、どっかでその八百屋で下ろして、でも八百屋が地下トンネルに繋がってて、そこでなんか RPG 渡してますっていうのやっぱ分かんないんですよ。なので、これを完全に防ぐというのは、やっぱり僕、地上軍を投入しなきゃできないと思うんですよね。で、地上軍を投入したら、アメリカはマジで大変なことになると思うんですよ。地上軍って一切犠牲を出さないでコントロールするってやっぱできないんですよ。自爆する人とかもいるので。なのでそうすると、じゃあアメリカ兵の犠牲が出て、アメリカ兵の犠牲が出た時にアメリカが、これイランで俺たちなんで戦争してんのっていう風になると思うんですよね。ってなると、なかなか選挙で勝つのは難しいよねっていう。もうちょっと短期的な話でいくと、石油の値段が原油1バレル100ドル超えましたみたいになってるんですけど、クウェートが数日以内に原油の製造を停止するんですよね。石油が今めちゃくちゃ高くなっています。という状態において、クウェートがもう石油作るのやめますって言ってるんですよ。これなんでやめますって言ってるかっていうと、クウェートの生産量はずっとあったんですけど、倉庫満タンになっちゃったんですよ。海峡を通してもともと何万バレルというのを、何百万バレルかっていうのを運んでたんですけど、そこの海峡が埋まっちゃったので、石油の生産工場のタンク自体が埋まっちゃったので、これ以上石油掘ったら溢れちゃうねっていうので、石油を掘るのを止めますっていう、数日で止めますという宣言をしたんですよ。で、これ多分ね、ホルムズ海峡が閉鎖されるものだと、多分他の国もそういう形になって、世界中の石油の流通量自体が減っちゃうんですよね。世界中の石油の流通量が減って、世界中で原油の値段が上がって、いろいろ困るよねってなるのがまずいので、アメリカ様の考えた方策というのが、ロシア石油売っていいことにしようぜっていう。ロシアって経済制裁してるので、石油売っちゃダメだよねっていう風にしてるんですけど、でもこっそりインドとか中国とか買ってるんですけど、これがもうロシア石油売っていいことにしようぜってなると、もうロシア、ウクライナ戦争、ロシア勝ち確定なんですよ。世界中で価格が上がってるところで、ロシアが独占してすごい高い価格で原油売りまくるっていう。いやいや、経済制裁世界中でやってるの、これいいですかっていう。イランとアメリカが戦争したいから、ロシアの経済制裁やめるわってどうなのみたいな。とはいえ、世界中の人たちっていうのは石油は欲しいので、石油ないと本当に人死んじゃうんでね。出光興産が1年が作れないって言ってて、1年っていうのが輸血用のバッグとかカテーテルとかチューブになるようなものっていうので使われるんですけど、それの原料がナフサと呼ばれるガソリン油とか石油的なものを取った後に残ったもので作るんですけど、残ったものっていうのが足りなくなっちゃうんですよ。20日ぐらいで。なので、1年の製造できなくなりますよっていうのが、出光興産が取引先に言ってるってのって、ポリエチレンとかですね、はい、ペットボトルとかも作りづらくなってくると思うんですけど、このナクサっていうのは、日本でも原油をそのまま輸入してきて、そこで精製して、中でナクサもちょっとずつは作れてるんですけど、その量だけだと足りないので、もともとナクサだけを出光さんは、ホルムズ海峡を通して輸入してたんですよ。で、これがなくなってしまうと、残念ながら20日以内なくなってしまうので、新たなカテーテル作れないよねとか、手術用の手袋とかも作れないよねとか、点滴とかお薬とかが入ってるような袋自体がないので、お薬があったとしても流通させられなくなるよね。で、これが20日なんですよね。じゃあペットボトル作るのやめますとかっていうので、ある程度変えられたとしても足りないというのは現実的な問題なので、これ日本がまだ言ってるからですけど、世界中でこれが起こるので、多分世界中で石油不足、ナクサ不足、エチレン不足によって死者が増えるよねっていうところになった時に、アメリカさん何やっちゃってんのっていうのになる確率が高いんですよね。なので、イラン・アメリカ戦争は、アメリカに対して反発する勢力が増えるのが結構早い。イランは長期戦でやる気満々であるっていうのを考えると、なかなか長期戦になるとアメリカ難しいんじゃないかなっていう。なんで難しいかというと、今年の11月にアメリカ中間選挙あるんですよね。中間選挙でいらんことしやがってっていうので負けるとトランプ大統領は完全にレームダックになってしまうので、そうするともう法案も通せないからなかなか厳しいよねっていう形になってしまうっていうので、なのでイランは時間が味方をするんですけど、トランプ大統領は時間がない中でなんとか勝たなきゃいけないんですけど、でそうなると地上軍を持ち込むとアメリカ兵が減ってしまうので、次のトランプ大統領が勝てるパターン、核爆弾、これがね
結構あるんじゃないかっていう確率が上がってるみたいで、正確に言うと、イスラエルが核爆弾を使うんじゃないかと言われていて、表現忘れちゃったんですけど、予想を超えるようなことをやらざるを得なくなりますみたいなことをイスラエルのネタニヤフ首相が言ってるんですけど、イランというのは早く負けを認めないんだったら、もっとすごいことするぞって言ってて、イランの核施設と言われてるところから10マイル以内の人は撤退しろみたいなのが、そのイスラエルかなんかで言われてるんですよね。で、通常爆撃であれば1キロ離れれば十分安全なんですよ。でも16キロ離れるって、それ通常爆撃じゃないことをやろうとしてるよね。イスラエルって別にそのガザとかでももうやらかしまくってて、世界中からお前どうなってんのって言われてる国なので、ひょっとしたらイスラエルが核を撃つっていう可能性はあるんじゃないかなというふうに言われてで、さすがにそのイランも核撃たれたら全面降伏という可能性もあると思うんですよ。昔俺たちは本土決戦だって言ってて、人口がその当時1億人ぐらいいるアジアの国でアメリカの戦争をして、もう制空権どんどん取られてミサイル落とされまくったんだけど、それでも絶対降伏しねえって言ってて、で、もう地上軍が降りてきたら、もう市民で竹槍を持ってアメリカへと戦うんだって言ってた。アジアの国がいたんですけど、やっぱ原爆2発落とされて、これは無理だわっていうので、無条件降伏をしたんですよね。なので、原爆を落とされたりしたら無条件降伏というのは、昔歴史上あったので、イランでもそれをやるっていう可能性が一応議論されているとっていう状況なんで、あんまり平和にはならないんじゃないかなという気がします。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。